25年経った時にどうなっていくか、これから出発したんですことなんで、朽ちていくっていうのは当然出てきます。長く保っていけるんだなっていうのが何かちょっと参考になると思いますから。おはようございます。今回はですね、私の若き作った庭をご紹介したいと思います。ガーデニングブームという初期の時に作った庭で、25年現在経つんですけども、作業中はね、今回は撮ってございません。で25年経った時にどうなっていくか、それをちょっとご紹介したいと思っております。どうぞ。じゃあ紹介していきます。お客様自体が当初からもう駐車場を広く4台お子さんがいたんで、1人1台通過にで4台分の駐車場ができればという形で、その当時の考え方は斬新的で、全部中庭を少なく取った方法で、最初にルガゾールを使ってそういう工法で洗い出しをしようという決めたのがここなんです。今回ここでちょっと高圧洗浄で、汚れは取りましたけど、全然こんな感じで。で一応ここはポイント的に車が入るセンターのところには色合い的に龍の髭を一応これで、龍の髭もこれもう25年そのまんまです。これお客様の手入れもありますけども、もう全然もうこんなある程度ちょっと車が乗ったりなんかするとがちょっとあれですけども、ないです。もうこの枠内で収まっちゃってますから。車止め一応枕木で押さえて車止めになって、このスペースを一応初回は芝生でこうなったんですけど、ちょっと芝生は今なくなってますけど、そうですね、ちょっと管理してきた側だったんでちょっと芝生がなかっただけども、今苔生えたりいろんなちょっと感じになってますけど、もう20だから当初はすごい栗の木を使った枕木が多かったんで、こうやって口で腐ってるっていうあれね保ってる。今回オイルステンをこれ塗り直してますけど、だけど当初から全然塗ってないっつってましたけど、もう全然持ってます。で今回は前回私どもやった時にはこれ大体コンクリートの打ちっぱなしで仕上げて、ここだけは面積的に塗れば全体がリメイクしたって雰囲気になると思いまして、壁は塗り直しました。
次は入り口なんですけど、まあ、私たちはこれコンパネ1枚の理論ということで、コンパネで1枚で形になる。でまあ我々その当時自分たちの作ったシンボルとしてこの形っていうのはまあうちが作った印みたいな紋柱を一つ、そうそう、もうこれから出発したんです。で周りをそれを赤レンガでこう歩く。で中にライトとポストとで表札叩いて肌をこうアクセントにつけたり、これはもうコンクリートを型枠を取った後のみで叩いてこういう骨材を出すという仕上げを一応やってます。そうするとこういう洗い出しと違ったまた雰囲気が。で階段がやっぱし高くなってるんで、まあ一応だからその当時もランバリが輸入物が数少なかったんですけど、最初にこういうイタリアの石を使って15年前です。初期でただね、目地がちょっとあれ割れてきたり、でこれもそうなんですけど、まあ入り口としては結構広い。これもそうなんですけど、両脇の袖、これもコンパネを1枚置いてここにカットした形で両側に置いて、最終的に天場だけ赤レンガでこういう、まあその時にポイント的にここだけちょっとやっぱりくり抜いた形で、そうですね、ちょっといろいろアクがついてまあちょっとだけど逆に感じがいいかなというような感じですね。これも落ちないんで、だから本当は枕木の階段してここも同じ赤レンガだったんです。赤レンガの上にイブジングを塗っちゃったんです。瓦のイブジングの塗料を塗って、まあ、ちょっと重みを今度は作ったんです。デッキの作り直しっていう形で、まあ、前回も25年前もデッキがあって、デザインは違いますけども一応フェンスをやってこんな形。でその当時防腐注入剤の材木があまりなかったんで、
どうしてもやっぱり外なんで朽ちていくっていうのは当然出てきます。だからまあ今注入して15年ぐらいもしくは20年ぐらいは、まあ、管理次第によっては持てますし、まあ我々としたら余った時間、それから余った材料で一応こういう額縁、これもちょっと前で剪定したやつ、枝をちょっと下ろしたやつを、まあ、使うんですけど、これとこれも色っか使ってないんで、まあ最初白塗ってサンダル削ったところにこれを入れるとこんな色がちょっとアンティック的な色合いになるそうそう、これ不思議で、建物と同じ地面の高さでこう持ってくると非常に広く見える。おすすめですね。そうだね、茶色だとなんか圧迫感って感じる。茶色だったらこうちょっと目地をもうちょっと広げる。で同じ床よりちょっと色を同じ茶色でも落とすとか、そういう感じの方がいいかと思います。今回は25年前に作ったお庭をまあちょっとリメイクした形で紹介しました。だから我々の場合結構お客様が演出しやすい花なんか鉢を置いてもそれが絵になるようなちょっと配置作り方をしちゃうんですよね。そうすると結構お客様もそれ飾ってこうやって演出してくれるんで、より一層なんか25年経つんですけど朽ちていったりなんかしてますけど、非常になんかこう味わいが出てきてるという感じにはなっていると思います。だからまあ物置なんかもそうなんですけど、2000円の場合、まあ時代が経てば古くなりますけど、まあ、自然素材とこういう我々の、まあ、作ってるのは、まあ、年数が経てば経つほど、まあ、味が出てくる。逆にだから全部改装してまでっていうのはあんまりないですね。やっぱりなんかこっから育った息子さんたちの、まあ、来た時に自分が育った時のイメージがそのまま残ってるわけですから、朽ちた部分をちょっとまあお客さんなんかも枕木が朽ちた部分をこうやって穴開いた部分を砂利を入れたりで、まあこういう石を詰めたりやってきてくれたっていうのは非常に大きいですよね。これで今回一応作業風景がないですけども、お庭をこれ今後とも紹介させていただくこと思っております。はい、庭もこうやって飾り付けておけば長く保っていけるんだなっていうのが何かちょっと参考になると思いますから。だからそのまんま我々が作った形を維持していくっていう意識よりは、そこでちょっと自分なりに変えていく、なんか置いてアクセントつけていく、でそういう考え方で庭を触れていったものはなんか自分らしい庭になっていく、まあそういう形で今後ともご紹介していきたいと思っております。だからリメイクしなくてもちょっと訪問はしたいなとは思ってます。はい、今回はこれで終わりたいと思っております。本当にありがとうございました。